じゃあ今日もランクルゼミナールを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。特にワゴン系の話ですね。そこはね、ちょうどワゴン系でさっき55から60と80って言ってるんですけど、ワゴンを作るにあたって55から60も変わってきてるんですけど、55ワゴン作るにはランクルでいうと少し長い、人もちゃんと乗れる、5人乗って8人ぐらい乗れるような長さになるんですけど、ホイールベースが長くなるとオフロード性能って落ちるんですよ。である程度地上高とタイヤが大体決まっている中で地上高を決めながら走れるタイミングっていうのは岩と岩をうまくいなしていくところがあって、もちろんトレッドとかもいろいろ影響するんですけど、50から60でワイドトレッドに変わってきて、いろいろ市場でオフロード性能という意味でやはり劣ってくるなっていう中で、とは言いながらワゴンなので人をちゃんと荷物をちゃんと詰める大きさっていうのがいるので、ちょうどそれが60から次に80に移った時に時代は大きくしたいっていう時代だったので、いろいろオフロードの性能を上げながら決めたのが80なんですね。その2850っていうオイルベース、それに80はランクルワゴンの中でも最強のオフロード性能を持ってて、今回の300はそれを上回ったのかなっていうふうには思いますけど、そこまで切り詰めて大きくしてきた最後の守るべき数字、これ以上広げるとオフロード性能、我々がランクルやっぱりオンよりオフは大事にしないかんところの一線ですね。そこはもうずっと守り継いでいこうというのが、他にどう言われようがランクルっていうのはワゴン系としてはそこを守るというふうに決めてやってきたっていうのが黄金比ということですね。車って知らんうちにどんどん新車になればなるほど初代の車から大きくなってきますよね。ランクルも最初はそうだったんですけど、やっぱりこの車にはステップとしてはもうそれ以上はないんですね。大きくするイコール元々の必ず行って帰ってこれる性能が担保できないっていうことになるので、そこに一つのリミッターを入れた形になるんでしょうかね。実際僕はルナクルーザで全く関係したことはないんですね。だけど顔を皆さん見られたと思うんですけど、こういうグリルがあって丸めで角の取れた、簡単に言うとランクルの40の初代のグリルを持ってきてるんですね。フロンティアっていうか、トヨタが新たな地域に挑戦をかける時っていうのが、ランクルも BJ からランドクルーザーという名前をつけて、クルーザーという名前がその一つの証なのかなっていうふうに思いながら、いかに快適に人を運べるかっていう。で私は基本的にはランドクルーザーは地球上最後に残る車にしたいというふうに思っておったんですけど、次は月なのかなっていう時に、誰がどう命名されたのか知りませんけど、月っていうのはルナっていう意味ですね。でクルーザーっていう名前がついて、名前自体もそうなんですけど、パッと見た時にやっぱりランクルのグリルを印象づけるようなものっていうのが、トヨタのランクルの DNA が引き継がれる一つの要素なのかなっていうふうに僕自身は感じているので、実際性能云々等は分かりませんけど、ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、ルナクルーザーの開発に携わっている方はランクルを熟知された方が今いろいろと作られてって聞いていますので、その血は流れていくんだなっていうふうに思ってます。はい、本日のゼミナールもこれで終了です。今後ともよろしくお願いします。